最近なんか階段や段差でつまずいたりするのが多くて、これ皆さんなんでかわかりますか？実はしゃがむ際に膝が痛い人に多い股関節がよじれて動いてしまい、足をこのように上げる筋肉の老化が加速している証拠なんです。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって膝の手術をして引退しました。ほんまつまずいてこけたら骨折するので注意してください。おまけにしゃがむ際に膝が痛くなると腰椎分離症まで発症しますので、これも合わせて注意してください。格闘技やスポーツする人なら膝の靭帯もよじれるので切れやすいので怖いです。しゃがむ際の膝が痛いだけでここまで体の機能が失われるので本当注意してください。そこで今回は私の考えるたった1分座禅足のポーズで2つの専門的な筋肉を刺激して速攻しゃがむ際の膝痛やしゃがむ時に不安定で安定しない症状を解消し、体全体の悩みも合わせて解消するセルフケア教師の授業になります。膝の痛みから手術までしたので皆さんの気持ちは痛いほど分かりますので、一緒に解決していきましょう。今日本人の2400万人が悩むという膝の痛み、このしゃがむ時に痛い膝痛をほったらかすと将来的なリスクは反り腰になって脊椎分離症や座骨神経痛を引き起こし、最終的には神経を圧迫し足の力も落ちて転倒し歩けなくなる可能性もあるので注意してくださいね。格闘技やスポーツや運動をしている人はそれもできなくなる恐れもあります。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんよく膝が痛いからって膝をこのようにぐっと伸ばすトレーニングをしたり、このように膝のところにボールを挟んでぐっと押しつぶすようなことをしていないでしょうね。これほんまあきません。そして狙っている筋肉が違います。実際にやったりもしくは治療院に行って施術を受けているかもしれませんが、結局は症状が戻っていませんか？これ構造的に刺激している筋肉が間違っているのが原因です。なのでまずは私と一緒に家から簡単にスタートしていきましょう。しゃがむ際に膝が痛む原因と解消の仕組みは、まず根本的な原因は2つの専門的な筋肉がサボって怠けたままなのでこれが起こってしまいます。1つ目の筋肉、背骨、骨盤、股関節、そして太ももの内側までつながりそこを支える専門的な筋肉の腸腰筋っていう筋肉。2つ目の筋肉は骨盤、股関節、そして膝までつながりそこを支える専門的な筋肉の内側ハムストリング、ここを計画的に刺激できます。そしてこの背骨、骨盤、股関節、膝まで支えるこの2つの専門的な筋肉がサボって怠けて働いていないと腸腰筋でお腹側の背骨、骨盤、股関節、そして太ももまで支えられないので膝関節を作るこの大腿骨が内側にこのように巻き込まれてしまいます。そしてもう一つのこの内側ハムストリングで背中側の骨盤、股関節、膝が支えられないので膝関節を作るこの脛骨という骨が前にこのようにずれるのを止めれなくなります。結果この2つをすることで本来持っている能力を取り戻し、膝関節を作る大腿骨と脛骨、その動きも正常化するのでしゃがむ時に膝がずれるのも解消し痛みも解消するというわけなんですね。この膝痛が解消すると腸腰筋はこのように足を上げる筋肉にもなり、足を上げるので転倒予防にもなるし、お腹側で背骨、骨盤、股関節をこのように前に前傾するのも支えているので反り腰も解消し、そしてここが反りすぎてしまうと後ろの背骨がこのように当たってしまうので腰椎分離症も発症しやすいのでそれも予防できます。そして膝がよじれてずれるのも解消するので膝についている靭帯の損傷も予防できます。結果足も上がり転倒しないので骨折やそして反り腰、腰椎分離症まで予防し、膝の靭帯のストレスも解消し損傷も防止してくれるので
格闘技やそしてスポーツやっている人も安心ということになります。そしてこのセルフケアは足を前に出す力が強くなるのでキック力アップにもおすすめです。当然格闘技のキックにもおすすめです。では早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず最初にどこまで膝が曲げれるのかチェックしましょう。このような形で膝を曲げた時にかかとがお尻につくかどうかをチェックします。この状態で何もしないでつけば一番いいです。手でちょっとグーッと押さえてかかとがお尻につくのであればそれも OK です。これがつかないと相当膝がよじれています。では実践していきましょう。まず最初にこのような形で足の裏を合わせて座勢を組みます。次にこのままの状態で足の指をこのような形で天井の方に少し親指を持ち上げます。ここで背もたれがあるなら後ろに持たれてもらっても構いません。でも少し胸は張っていただく方がいいです。別に背もたれがなかったらこのような形でやってもらっても構わないです。次にそのままの状態でこのような形でかかとを吸ったままの状態で足をこのような形で擦ります。これをすると太ももの裏のところそして股関節の前のあたりに力が入りますのでそのままの状態で30秒やっていきます。では頑張っていきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、途中で休んでもいいですよ。5、6、7、8、9、10、ラスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。しんどい場合はいきなり30秒やると結構辛い場合がありますので10秒間でも全然構わないです。それを細切りにやっていただいても全然一緒なのでいいですよ。そして2つ目、足の裏をこのようにもう一度また合わせて座勢を組みます。そのままの状態で股関節を少しこのように立ててきます。そして胸を張ります。もし後ろに背もたれが欲しい人はこのような形でお尻を奥までぐーっと入れてこのような形で座っていただけると骨盤が立って胸も張れるようになります。そのままの状態でまた一緒です。足の親指をこのように少し浮かします。小指がつかない程度でいいです。そしてここ膝の角度はだいたい90度、ここですね、だいたいひし形ぐらいにしていただいたらいいです。そのままの状態でおへそをこの足の親指の方向にぐーっと出していきます。そしてかかとは浮かさないでください。そうすると股関節の前とお腹の前に力が入りますのでそのままの状態で10秒間力入れたままです。いきますよ。ぐーっとおへそ出します。手は使わないで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、楽にしてもう一回おへそを頑張って前に出しますよ。ガーッと手は動かさない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラスト頑張りましょう。ガーッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。皆さんよく最後まで頑張りました。ではそれが終わったのでもう一度チェックしてみましょう。このような形でかかとがお尻にグッとつくような形です。先ほどよりかめちゃめちゃ楽につくと思います。僕はもともとこのような形でつくのでだいぶ緩んできますので全然つきます。なので皆さんももっとつきやすくなってくると思います。そうすると前の方の突っ張り感もすごく減ってくると思います。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめな骨盤矯正の方法も紹介しますので最後まで注目してみてください。正確にはこれだけたった1分です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。この毎日たった1分の行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ここまで注目してみてくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。悩みや痛みに関する質問ややってみた感想などもぜひコメントしてくださいね。ここでお話ししていた最後に今回のセルフケアをすると柔軟性も上がり関節の動きも安定するので後におすすめな骨盤矯正のセルフケアを一緒にやってお別れしていきましょう。先ほどのセルフケアが終わったままの状態で構いません。そのままの状態で片足をこのような形で正座します。できる範囲で構わないですよ。曲げる範囲で全然構わないです。次にこのままの状態で股関節を少しこのような形で開きます。そのままの状態をキープしたままこのように
反対の方向に体をひねります。そうすると太ももの前、股関節の前、股関節の内側、お腹の前のあたりが伸びてくると思います。そのままの状態で30秒間これをキープします。これをすると内股、横脚、腰痛解消にもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。